はい、皆さんこんにちは。今回はね、こういうサークルが隣接しててね、大きさが変わっていくっていうね、可愛らしいスライドショーを作ってみたんですけれども、このチャンネルね、AE チュートリアルハックっていうね、名前をつけてるんですけれどもね、こちらはね、あるチュートリアルからね、この動きをね、ハッキングしてきてね、それで自分なりに改造して中に映像を入れたものになります。ではそちらのね、チュートリアルっていうのがね、こちらです。AE スクリプト AE プラグインさんのこのね、サークルがね、可愛らしく動く。こちらのチュートリアルなんですけれども、これシェイプレイヤーとね、パス、エクスプレッションのみで作ってて、これ最初見たときに、やっぱね、円の中にね、その画像とかね、入れたら可愛いんじゃないかなって思ってたんですが、ちょっとね、うまくいかなかったんでね、いろいろ考えて試行錯誤して先ほどの映像を作りました。ではまずね、このスクリプトの解説をしてから映像の入れ方などを紹介したいと思います。はい、それではやっていきます。やっていくぞ。はい、新規ニューコンポジション、メインコンポ。1920、1080の順でいいでしょう。レイヤーニューソリッド。これをパースという名前で作ります。これにパスを書きます。4点。どんな感じでもいいです。非表示にして、レイヤーニューソリッドをバックグラウンド白でいいと思います。はい。ここに楕円形ツールダブルクリックでシェイプパス。楕円形パスを書いてあげます。大きさは400の400。はい。で、まず最初に何をしたいかというと、このシェイプレイヤーを、このパスね。パスの一番最初の点。ここにつけたいと思います。ですので、シェイプレイヤーのポジションを、エクスプレッション、オプション、クリック。で、こっちのピックウィップですね。こっちじゃないです。こっちをマスクパスにつけます。この添付消します。今これ何書いてあるかというと、このコンポジションの中のレイヤーパスの中のマスクのマスク1。これですね。のマスクパス。これですね。これにいるということなんですが、これのポイントの一番初めにつけたいので、ドットポイントカッコ0で入れてあげます。動きましたね。ちゃんとついています。なんでこれがね、0かっていうとね、パソコンはね、1、2、3、4じゃなくてね、このね、0、1、2、3って数えるので、一番最初が0になります。ただ、こいつをインデックスで複製してね、他のポイントにもつけていきたいので、ここを0ではなく、インデックスマイナス1としてあげます。インデックスがね、今1なので、引いて1だと、0になるので、同じポジションにいます。では確かめるためにコマンド D で複製します。はい。ちゃんとね、他のポイントにもくっついています。では次にやりたいことがですね、今サークルとサークルがね、離れてるんですが、これをね、こう隣接させたいと思うんですよね。そうするためには、サイズをいじってあげる必要があります。この図を見てほしいんですけれども、最初の円、次の円を隣接させるためには、まずこのね、マスクのポイント間の距離、これを知ることが重要です。これを仮にこのレングス、距離とします。次にこのレングスから最初のサークルのこの
半径、引いてあげたこの距離が次の円の、半径になります。ということをね、ここに書いてあげなきゃいけないんですよね。ちょっと難しいんですがやってみます。if 文で書いていきます。もし、インデックスが1の場合、x と y のポジションバリューの0、バリューの1とします。こうか。こうか。これですね。これはインデックスが1の時は、この最初のね、400、400の値、固定で色って書いています。今、2次元なんで、この0っていうのは x のことですね。1というのは y のことです。その値、バリュー400。y の値もその値、バリューの400という意味になります。そうでなければ、先ほどの考え方で、まずここで知らなきゃいけないのが、このね、レングスの距離を知りたいので、ポイントの0とポイントの1の値が分かれば、レングスは出せるということになりますね。はい、ということで、まずポイントのね、0をどう表記するかというと、a という変数にマスクパスのポイント、1個前のサークルのポイントなんで、インデックスマイナス1表記します。次に2番目の、サークルのポイントなので、2にしてあげます。すると L レングスは A と B の間というふうに書けます。次にですね、このレングスから最初の円の半径を引く、この式を書きたいと思います。この最初の円の半径、値の書き方は R イコールこいつのことですね。this コンポのレイヤーインデックスマイナス1のこのね、楕円形のね、楕円形ツールのサイズのことを書かなきゃいけないとね、コンテントx1 その中のコンテントxパス1のサイズ。これ XY でもね、どっちでも値はいいです。正円なんで。0、X の値を取りましょう。で今半径を求めたいので、この記述だとこの400というね、この値が入っているね、直径になってしまうので、2で割ります。
すると、次の円の直径を求めたいので、先ほど見たレングスからこの半径を引いてあげて、かける2をした値が次の円の直径になりますね。はい。どうでしょう。エラーが出ていないので、これをね、コマンドで複製していきます。ちゃんとなってますね。ちゃんといい動きをしてくれますね。はい。これ面白いのがですね、このパス、点を増やしてあげて、こっちのサークルもね、コマンド D でね、増やしてあげるとね、いくつでも増やせるっていうのがね、面白いですね。ちょっとね、エクスプレッションですね。僕もあまり得意じゃなくてね、人に教えるっていう感じではないんですけれどもね。まあ、オリジナルのね、チュートリアルを見てね、こんな感じで作ってるんだっていうのはね、今紹介いたしました。でですね、ここからはですね、ここにね、サークルの中にね、画像、動画、ね、入れてみたいと思ったんで、そのやり方を紹介いたします。はい。ではですね、こっからはですね、このね、サークルの中にね、画像、映像を入れていきたいと思うんですけれども、何回も試してみてね、うまくいかなかったので、なんでうまくいかなかったかなども紹介したいと思います。ではまずここにロゴを入れたいと思います。コンポジション、ニューコンポジション、ロゴ、800で作ります。楕円形ツール、ダブルクリック。色なんでもいいです。今、自分の好きなテキストやロゴを入れましょう。こいつをメインコンポにぶち込みます。今ね、円が移動しちゃったんですけれども、このね、シェイプレイヤー、インデックスで複製しているのでね、これより上に入れてしまうとインデックスが崩れてしまうので、下に持ってきました。では、ここにロゴを入れたいので、これとこれのポジションをリンクさせてあげればいいと思います。リンクしました。はい、位置は合いましたが、今度はね、このロゴの大きさをね、このシェイプレイヤーのね、大きさにしたいんですが、ロゴの大きさがね、スケールパーセンテージ。で、シェイプレイヤーがね、このね、トランスフォームのね、スケールで大きさを変えているんじゃなくてね、この楕円形ツールのね、サイズで直径ね、大きさをね、表してるんで、このスケールのパーセンテージをそのままこのサイズにね、貼っつけてあげるとね、これでかくなっちゃうんですよ。なぜかというと、サイズが400、それを貼り付けてしまったので、400% なっちゃってるんですね、スケールが。このロゴは800ピクセルで作っているので、今大きさはその4倍。3200ピクセル、直径3200ピクセルのこのロゴになってるんですよ。なので、この400ピクセルに戻してあげなきゃいけないので、これを8で割ってあげれば同じ大きさになるのかな。はい。なくなっちゃったんですが、こいつを非表示にすると、ちゃんとロゴがついていますね。
構ついてますね。じゃあ次にですね、映像をつけたいと思います。Movie001。映像は何でもいいです。この可愛らしい赤ちゃん入れます。に、楕円形ツールシェイプレイヤーで円作って、マットで、このね、円の映像にしてあげますね。こいつを、またぶち込みます。はい。今度は2番目の円に入れたいので、ポイントは貼り付けてあげればいいと思います。で、また、このスケールをね、このコンテンツの楕円形ツール、サイズに合わせたいんですが、また大きくなっちゃいましたね。なので、先ほどと同様、8で割ってあげます。サークルをね、非表示にすると、うまく貼り付いてますね。はい。うまく貼り付いてますね。ちゃんとズームもしてくれますね。はい。これをね、繰り返していってね、先ほどのね、この映像を作りました。なかなかいい動きになっているんじゃないでしょうか。こうやってね、他のチュートリアルからね、それをやって、そのまま使うのもいいんですが、ちょっとね、ワンアイディア足してね、なんか自分のものにしていくっていうのも、チュートリアルをやる面白さかなと思います。今回はね、スクリプトのね、お話ね、ちょっとね、長々してね、難しかったかもしれませんが、オリジナルのね、チュートリアルも見てね、理解を深めていただければと思います。では、ご視聴ありがとうございました。